口答えすんな、契約打ち切るぞ。クズオは突然の俺の経営する会社へ乗り込んできたかと思うと、怒鳴り散らして脅してきた。わかりました。では契約終了しますね。俺はヒートアップするクズオをまっすぐに見て冷静に言い放った。契約打ち切りとなれば焦ってすぐに謝ってくると思っていたクズ男は、思ってもみなかった俺の反応にひるんだ。俺の名前はカズマ。3年前に父から事業を引き継ぎ、社長として忙しい毎日を過ごしている。俺の父は元柔道家でアグレッシブ。詳しい話は本人が昔話をしたがらないのでわからないが、柔道を引退後に今俺が継いでいる事業と道場の運営を始めたそうだ。現在事業は完全に継承が終わり、全く関わっていない。父の性格上、隠居生活というのは性に合わないだろうから、残った道場の運営が後世の柔道家の育成という余生の楽しみにはちょうどいいようだった。俺はというと、父が残してくれた会社と取引先を大切にしながら事業を拡大するため毎日走り回っていた。従業員にも恵まれて今のところ全てが順調に進んでいる。しかし気がかりなことが一つある。それは昔からの取引先でうちの元請けになっている会社の担当者が変わったことだった。新しい担当者の名前はクズオ。初めて引き継ぎで顔合わせした時から俺は合わないなと思っていた。年齢も身長も俺と同じくらいなのに、なぜか見下されている感覚に陥るのだ。今回から担当しますクズオです。きっとすぐに担当が変わると思うんで、少しの間よろしくです。クズオと交わした初めての言葉だった。俺はどういう意味かわからずに聞き返した。一時的なものということですか？担当が見つかるまでの代理ということ？まあそんなもんです。会社は俺のことがまだ分かっていないみたいだから、こんな小さな会社の担当なんかを割り当ててきたんで、すぐに本部から声がかかるに違いないから。なんて失礼なことを言う人だ。下請けといえど、こんな態度を取られたのは初めてのことだった。それからクズオとのやりとりが始まった。そんなある日のこと、俺はいつものように仕事をすべて終わらせ、帰路に着こうとしていた時、一本の電話が鳴った。誰だこんな時間に。23時を回ろうという時間だ。スマホの画面を見るとクズオの名前が表示されていた。何かのトラブルかと思い、慌てて通話ボタンを押した。お世話になっております。どうされました？何か問題でもありましたか？今月もっと作業増やしてくれないですかね。食い気味でクズオが聞いてきた。もう月末に差し掛かり、予定通りのスケジュールでこなしていたのだが、一体どういうことだろう。トラブルですか？すでに月末まで予定通りで手配済みです。状況がわからない俺は冷静に聞いた。お宅の予定は聞いてないんだ。明日からもっと増やせよ。俺が何もできてないみたいじゃないか。急に口が悪くなった。どうやら焦っているようだ。詳しく話を聞くと、クズオの成績が伸び悩んでおり、担当している取引先からの売り上げに変化がないからだと思っているらしい。状況は分かりました。しかしうちも今の社員で十分な稼働をしています。これ以上増やすと社員たちに負担がかかってしまうのでお受けできかねます。また明日にでも伺いますので、対策を話し合いませんか？クズオの身勝手な要求にも俺はできる限り誠実な対応を心がけた。しかしクズオは納得していない様子。ほんと使えねえな。じゃもう用はねえよ。そう言って一方的に電話を切ってしまった。俺は暗くなった画面を見つめながら、もやもやした気持ちを抱えたまま、どうすることもできなかった。その日以来、クズオの俺に対する態度はよりひどいものになった。特に連絡は取らなくても取引は進むので問題はないのだが、俺の方が気になってしまって仕事にも支障が出ていた。社長、大丈夫ですか？クズオさんのことなら気にしなくても大丈夫ですよ。と社員から気遣われてしまうほど表に現れているらしい。俺は社員からのアドバイスでクズオの上司に相談してみることにした。その人はクズオが担当になる前から面識のある部長さんだ。ああ、クズオですよね。
あいつはうちでも厄介なやつでね、担当にしているのも申し訳ないくらいなんですが、うちの社長からの指示でして、あいつのお困りごとでしたらこちらで対応しますので、ぜひまたご連絡ください。俺が相談すると、罰が悪そうな顔をしながら言う部長さんは、がたいのいい男性でとても優しく、以前からうちのことを気にかけてくれていたのだ。向こうの社長さんが何を考えているのかはわからないが、担当が変わることはなさそうだった。部長さんから聞いた話では、クズオは社内でも厄介者のようだ。本来なら社外の人にする話ではないと前置きをして、こんな話を聞かせてくれた。クズオが偉そうな態度をとっているのは社内でも日常のことだった。地頭はいいらしく、両親の教育熱心が功を奏し、一流大学を出て大企業へ就職を決めたクズオは、自分は優秀で能力が周囲に比べて飛び抜けており、誰からの信頼も厚いと思ってここまで生きてきた男だそうだ。社内でも自分の仕事をそっちのけで、なんでそんなに非効率なことをしているんだよ、ちょっと貸してみろよ、ほらできた。そうやって仕事をしている人のパソコン画面を覗いて手出しをしては、一通り言うだけ言って去るらしく、社内から逆に仕事が止まって迷惑だとクレームが上がっているというのだ。しかもクズオ本人は素晴らしいアドバイスをしてあげている。みんなが仕事をスムーズにできているのは俺のおかげだと口々に言いふらしているらしい。女性社員へのボディタッチも多く、そのうちセクハラで訴えられるのではという噂もある。それでも本人は全く気にせずに、むしろ女性社員は自分に構ってもらえて喜んでいるとさえ思っているようだという。そんなクズオは、自分はこんなに優秀な人材にもかかわらず一向に出世しないことにイライラして、担当になっている会社に片っ端から連絡をしたらしい。それがあの夜の電話だったのか。その話を部長さんはこう締めた。いろいろ言いましたけど、悪いやつじゃないんです。ひねくれてはいるが、言われた仕事はちゃんとこなすんです。でも迷惑をかけられる方はたまったもんじゃないですかね。そう言って苦笑いをした。俺は部長さんにお礼を言ってその場を去った。なんだかんだ上司から気に入られているようだ。もう少し様子を見るか。俺は気持ちを切り替えて仕事へと戻った。しかし事件はすぐに起きた。次の日、クズオがすごい勢いでうちの会社にやってきたのだ。受付から連絡があり、俺がすぐに駆けつけると、俺が部長さんに相談していたことをどこからか聞きつけたらしかった。なんで俺を通さずに部長に話してるんだよ。すべて俺を通せ。筋ってもんがあるだろ。非常識なのか。いきなり大声で怒鳴り散らすクズオに、俺はあえて冷静に淡々と返した。急に会社に乗り込んできたかと思えば大声を出して、あなたの方が非常識ではありませんか。俺の対応に余計に怒りが増したクズオは、なめた口聞いてるんじゃない。お前のところはうちの会社がいないとすぐに潰れるほどの会社だろ。俺の言う通りに黙って取引をしていればいいんだ。誠意を見せてここで土下座しろ。地面を指さし土下座を要求した。そんな理不尽な要求には応えられません。それに部長さんに相談していたのは取引に関することではありませんよ。口答えすんな。契約打ち切るぞ。一向に自分の言うことを聞かない俺にクズオが怒鳴りながら脅してきた。そうですか。では契約終了しますね。俺はヒートアップするクズオをまっすぐに見ていった。契約打ち切りとなれば焦ってすぐに謝ってくると思っていたクズオはひるんだ。冗談ではないぞ。俺がお前の会社の担当なんだ。お前は自分の立場を分かっていないようだな。俺が打ち切りにすればお前らは路頭に迷うんだぞ。確かに取引が打ち切りとなってしまえば大打撃です。それでもうちは大丈夫なように日々社員全員で努力しています。路頭に迷わせるようなことは俺がさせません。クズオが何を言っても全く謝る気のない俺にもう怒り心頭だ。俺の言うことが聞けないって言うんだな。今すぐ会社へ帰って取引停止の手続きをするぞ。もう土下座しても許してやらねえからな。そう言ってドアを勢いよく開き帰っていった。クズオの暴れようは社内に響き渡っており、
気になった社員たちが集まってきていた。俺はやっと帰ってくれたと一息ついて、騒がしくしてすみません。大きな取引が一つなくなってしまいました。でも皆さんは心配することではありません。引き続きお願いします。そう言って社員たちに頭を下げた。その後、俺は父に契約が打ち切りになったことを伝えた。熱血な父は、そんな簡単に打ち切りだなんて言うもんじゃないぞ。あそこがあってのうちなんだ。俺がしっかりと説明を聞いてきてやる。父は頑固で、一度決めたらとことん突き進むタイプ。俺にとっては幼い頃から見ている光景だった。俺は父の言うがままクズオのもとへと案内することにした。すぐにクズオに連絡を取ると、やっと謝る気になったか。許してやらねえけどな。さっさとうちの会社まで来い。とことんアウェーな場所で土下座させてやる。俺はこの根性は一生治らないのだろうと受け流し、指定された時間に父と一緒に会社に向かった。クズオのいる会社へ着くと、受付のお姉さんに会議室へと案内してもらった。待っている間、父は椅子に座らずにうろうろしている。こんな風に落ち着かないのもいつもの光景だ。ガチャ。扉が開くと同時に父が口を開いた。この度はうちのせがれが失礼なことをしたとのことで謝罪に参りました。この度は本当に申しは。お前。早口で喋りながら頭を下げた父だったが、ふと顔を上げてびっくりした様子だ。俺は何のことか分からずに二人の様子を見ると、入ってきたクズオまでもが驚いた顔をしている。口をあんぐりと開けた怯えた顔にも見える。どうやら面識があるようだった。監督。しばらくお互いに顔を見合わせていたが、先に口を開いたのはクズオの方だった。どんなやつが来るかと思ったが、クズオ、お前だったのか。ちょっと待って、クズオと知り合いなの？父のことを監督と呼ぶクズオとの関係が見えず、思わず口を挟んでしまった。ああ、こいつが高校の頃、少しの間だけ柔道を教えていたんだ。本当に根が腐っていてな。試合は逃げ出すわ、すぐにサボるわで、手に負えなかったんだ。そのくせ偉そうで、最後の年くらいはまともになったかと思っていたんだが、社会人になっても変わっとらんとは、呆れて物も言えん。俺の父は若い頃にあらゆる柔道の大会で優勝した有名人だったらしい。引退後に事業と柔道場を始めたのだが、その前は高校の柔道部監督として指導していたようだった。クズオとはその時の部員で相当手を焼いたみたいだ。クズオは父を見るや否や肩をすぼめて小さくなっている。俺といた時の威勢は全く感じられなくなっていた。なんでお前の親父が監督なんだよ。もしかして知ってて連れてきたな。なんて育児の悪いやつだ。やっと出てきた言葉は威勢だけは良かったが、震えた声で全く怖さは感じられなかった。いいえ、全く知りませんでした。父は昔の話をしない方なので。俺はきっぱり否定した。ちょうどその時、会議室のドアが開き、部長さんが入ってきた。先輩、今日先日のことで訪問すると聞いていたので、もしかしたらと思ったらご無沙汰してます。父のことを先輩と慕う部長さんは父の古くからの知り合いで柔道の後輩だった。元柔道家が何人も揃う、なんともむさ苦しい空間になった。おお、久しぶりだな。最近はせがれに任せてるんでな。顔を出すことも減ったよ。父と部長さんが懐かしむ姿にクズオのイライラが募っていた。部長、ここは俺だけで大丈夫なので戻っていてください。クズオは我慢できず部長さんを制した。いや、先輩の会社との取引が中止されたなんてありえないことだと思ってたんで、様子を見に来たんだ。それを聞いた父は姿勢を正して、今回のことはせがれの対応にも非があったことだと思う。もう一度チャンスをもらえんだろうか。そう言うと部長さんとクズオに頭を下げた。俺も慌てて後に続いた。その様子に部長さんは大慌て。先輩、頭を上げてください。悪いのはすべてクズオなんです。いつも偉そうにするから喝入れてるんですけどね。あ、そうだ。部長がいいことを思いついたとポンと手を叩いた。
先輩、今も道場やってますよね。こいつを入門させてもらえませんかね。うちではもう手に負えんので。その言葉を聞いた途端、クズオは全力で首を振り、部長、なんてことを。あんな災難を受けるのはもう嫌です。勘弁してください。すべて許すので。そんな甘ったれた考えだからお前はダメなんだ。先輩、どうですかね。父は腕を組み、少し考えて、そうだな。会社が終わったらうちに来なさい。飯も食わせてやる。どうせまともなもん食ってないだろう。そんな。クズオは力なくその場に倒れ込んでしまった。父の指導はそれほど厳しいのだろうか。息子の俺からしたら当たり前のことばかりなのだが。その後、契約は無事に元通りとなり、今まで通りに仕事を任せてもらえるようになった。クズオはというと、律儀に仕事終わりに父の道場へ来ていた。ぶつくさ文句は言っているが、来なかった時のことを考えると、おとなしく来ていた方がよっぽどマシなのだろう。その後、俺たち家族と一緒にご飯を食べて帰る日も増えた。俺にとっては大きな取引先の一つに過ぎなかったクズオが家でご飯を食べるというのが不思議な感覚だったが、心なしか道場で汗を流した後のクズオと父はいい男に見えた。数日が経ったある日、たまたま部長に出くわし、クズオが社内でも対応が変わったと噂になっているらしい。その話を聞いて、俺も父の息子として誇らしい気持ちになった。